さて、ポケモンとディアブロ、あるいはドラクエモンスターズとパスオブエグザイルの融合を歌う作品が、大型アップデでついに日本語が対応とのことで、今回はシラリムアルティメイトの紹介を行います。こちら見た目ドラクエなコマンドバトルをひたすら繰り返し、クリーチャーを仲間にし素材を貯め、独自のパーティー構成を作るダンジョンクローラーです。設定により戦闘速度はその昔のダンジョン RPG 並みにできるため、音速で倒しまくるハクスラゲーとなり得ます。ここまでは確かにポケモンやドラクエモンスターズ風となりますが、ところがディアブロライクのような戦利品がドロップするかというと、少なくとも序盤3時間ほどではありませんでした。最もレアなアイテム、ネザーストーンというものが、レアリティやランダム性能が付与されるため、ちょっとやそっとでは入手できません。より早く戦闘をさばける能力が必要となります。それを可能にするのがビルド構築です。ゲーム開始時、プレイヤーの職業を選択し、その性質に合ったクリーチャーをまず集めるところから始まります。今回は文句を選んでみましたが、回避系能力が強いため、素早い系や攻撃を避けるとカウンターするみたいな仲間で固めるとより強くなります。またクリーチャーの装備にはどういうパラメータをつけるか自分でクラフトします。文句の場合は回避力アップ系をつければ良しとなります。ただしこの作品クリーチャーが1200以上いて、さらに今回の大型アップデートで数百体追加されました。自分の理想のクリーチャーが存在するのか、出会えるのかすらもわからない規模です。装備のクラフトも何かと材料が必要で、理想のものはすぐには作れません。次々とダンジョンに潜り、ストーリーを進め、施設のアンロックも必要です。よって序盤はある程度適当でも遊べるバランスになっています。施設が全てアンロックするまでただ戦闘し、レベルを上げ素材を貯めまくるのが初めの楽しみ方です。ドラクエ系でのレベル上げが好きな人にはたまらない作業となります。そうしてるうちに施設の使い方を少しずつ覚えていき、エンドゲームのアイテム掘りの段階に到達した時、この作品の最も売りであろう構成を練る楽しみを得られるのでしょう。特徴として素材がフィールド上にたくさん落ちています。サバイバルゲームの採掘や伐採をするイメージで、隣接して決定キーを押すと入手できます。一方、あまりにたくさんアイテムが落ちており、ボタン連打になるため、指が相当疲れます。Steam で PS4 といったタッチパッド付きのコントローラーならば、指を乗せておくだけでボタン連打設定はできるので、後で動画でお見せします。定番の配合もあり、両親の能力を引き継げます。合体した方が多分強くなります。シナジー効果を持つ特殊能力持ち2体をいかに見つけるのが、このゲームの面白い部分の一つです。クリーチャーの性格もあり、どの能力が伸びやすいか変更できるので、これもビルド構築に役立てます。マクロ機能もあり、状況に応じどういう行動を取るかの自動戦闘の設定もできます。このゲームにハマるほど面白い仕組みとなります。ウィザードリーをはじめダンジョン RPG 系の戦闘が好きな方、あるいはドラクエモンスターズでさらに超アイテム集めと深い構成作りを楽しみたい方に刺さる作品です。そんなシラリムアルティメイトが先日バージョン 2.0 の大型アップデートを行いました。クリーチャー数百追加以外にも多彩な要素が組み込まれ、念願の日本語化対応が行われました。今のところ Steam 版のみ反映されており、スイッチとモバイル版は数週間以内を予定されています。翻訳精度はそこそこで、ストーリーはある程度わかる程度です。たびたび表示されるチップス系の説明で英語を読む必要がなくなったため、より多くの人に届く作品となりました。熱狂的ファンが多いとされる今作ですが、気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。Steam では 94% に非常に好評、1700件ほどで、定価は2300円となっております。というわけで一体どんなゲームシステムなのか、実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。シラリムアルティメイト。ゲームを高度なオプションを有効にして開始しますか？初プレイはお勧めしない。じゃあいいえ。細かいカスタマイズができるんですかね。カリバン。誰だ貴様。まずは、専門分野。職業かな？アニメーターいっぱいありますね。エボーカー、カバリスト、クレリック。それぞれ能力は異なるようですが。あんまり一般的なものがないね。戦士とか。魔術師はあるんだ。じゃあ分かりやすそうな僧侶にしてみようかな。回復すりゃいいんでしょ。プレイスタイル。文句なんだ。私の生物、ペットかな。攻撃や呪文を回避する確率を高められる。で、あなたの生物が回避すると敵に対して強力な反撃を繰り出す。スタート生物この2体。何これ？夏の層に、ウッドか。夏の層って何これ？カボス。
右手にカボスを抱えている。そうじゃなくて、懐中電灯的な光かなこれ。まあ、始めてみよう。さあ、まずは、クエスト受けたのかな。未読通知。実績いろいろ達成したようだね。まずは会話する。訓練からだ。敵のウッド化が現れた。我々は夏の層。よし、攻撃しろ。いけ。お、殴った。ダメージゼロ。キャストは魔法かな。現地は魔法がない。魔法の宝石もない。防御。防御して、ディフェンス力高めたのかな。挑発はなんだ。敵のターゲットでも引くんですかね。で、今回避したから反撃したのかな。もう一回挑発してみよう。回避は成功しなかった。まあ、とりあえず普通に殴れるのか。ウッド化を倒した。経験値80。レベルが上がりましたね、早速。他にいろんななんか、素材かな、これら。ゼロ入手。戦闘はとてもシンプルなコマンド式ですね。最大6体まで敵が出てくる。こっちも6体。敵を倒すと、マナを少し獲得。十分なマナを集めると、召喚して戦闘で使用できる。あ、今の、ウッド化を呼べるって話か。ウッド化なのか、ウッド力かわかりませんけど。東の召喚航路。そこでウッド化を呼ぶ。知識は増したいろいろ進んでいきますが。ここで、ウッド化を呼ぶ。準備完了。マナコストは1000かな。それは溜まってるんですかね。こいつは水剣使いだ。味方の生物が攻撃を開始した後、通常ダメージは 40% で反撃。この特性は重複しない。まあ、同じ水剣使いが2人いても、両方効果が出ないという話でしょうね、おそらく。あ、マナーは一応右下だ。5236。とりあえずこれで、ウッド化を呼び出す。ウッド化召喚。召喚完了。まずは動物園。城の西にある、ノルタと話す。ノルタ、この人かな。ここで捕まえた生物、それの世話をしてもらえる。入れ替えも自由だと。順番も変更できる。お次は、スミティ。鍛冶屋。鍛冶屋はこっちかな。ドワーフ。クリーチャーはアーティファクトを装備できる。アーティファクトは5種類。装備品ですね、これは。剣に盾に杖にブーツに兜。剣は攻撃。ブーツは速度が上がる。アーティファクトを作成するにはまず、ここで作るのかな。新しいアーティファクトを作成。どれを作ってもいいの？回避がいいんじゃないの？速度、ブーツだ。コストは1000使うようだね。で、5200持ってる。ブリムストーン。まず剣を作らなくてはならない。わかりました。さあ、剣を作った。で、アーティファクトにはティアがある。ティア1から、どんどんティアを上げられる。ティアを上げれば強くなると。さらにアーティファクトはスロットがある。宝石スロットかな。素材ははめられる。それに新しい特性を付与できる。まずはティア3にアップグレードしましょうと。ブリムストーンを使う。1、2、ティア3で 12% になりましたね。で、秋ステータススロットが1つ増えた。クラフト素材をまず受け取る。レッドアンバー。5つあれば装着できる。で、ここでソケットにはめる。剣。レッドアンバーをはめる。どういう内容になるんだ？ 12% 攻撃だ。装備品の強化も面白そうですね、これは。まずは生物に装備させましょう。生物。アーティファクトを装備。剣。これで OK？ 次はエンチャント。リアエンチャントレス。スペルジェム。私の生物はスペルジェムを装備して呪文を唱えられる。宝石にはチャージがあって、唱えることでチャージが一つ消費される。チャージがなくなれると呪文が使えなくなる。しかし、シラリム。この拠点かな？そこに戻ればチャージが自動的に充電されると。まずは魔石を作りましょう。風の魔法強化。これを夏の層に装備する。魔石の管理。秋スロット。3つまではめられるようだね。敏捷と速度が上がる。スペルジェムにもティアがある。さらにスロットにエンチャントを施せば新しい特性がつく。旅の途中で碑文を探すと新しい呪文が作れるようになる。レシピかな。次は血の林へ移動する。テレポーテーションホゴラー。これか。レルムの深度が高いほど報酬も高くなる。現状は1まで。お、周りは見えないんだね。血の雨が降っている。適当に移動してみよう。これ敵は、お、ドラクエ式かな。宝箱あるよ。アイテム入手。全部もらえんの？多分もらったと見たね。まずは一回全部探るか。この素材なんだ。土のような味がする。食べ物？これ虎っぽいけど。近づくと危険。踏んだらいけないのかな？破壊された。薪。いろんな素材が入手できますね。破壊された。破壊するゲームになっている。アイテム入手。どんどん溜まるぞ。しかし敵が一向に現れない。これ壁の先とかにもなんかあったりすんのかな？あ、敵だ。こんな形態なんだ。ロマサガ式ですね。さあ戦闘。テラバルペス。まずは攻撃だ。あ、開始された。このキャラも。お、いろいろあるね、このキャラは。ウッドか。マクロ。自動攻撃ができるのかな後で。
調べられる。調べることで敵の性能が上がる。パリダという能力を持ってんのかな。戦闘開始時 20% の確率で自動的にキャストされるか。調べるのはターンは使わないようだね。歴史ってなんだ。ログか。放棄はなんだ。一旦何もしないのかな。とりあえず殴るか。2ダメージ。お、なんか不気味な声だね。うら。さあ倒した。これで経験値入手。あ、この経験値入手いいね。あらゆるクリーチャーを強化したい。テラベルペスを召喚できるようになった？街に戻ればいいかな。さらに、テラベルペス。自動戦闘今んとこないのかな。自動戦闘したいよね。キャスト使ってみようか。自分に使う。おお、敏捷。返された。おのれ。しかし倒す。まずは祭壇を見つけることが目標である。何でも取れるね。かぼちゃを食べ過ぎた？オートボーツの中に何かがある。岩を発見した。オートしたことで何か影響すんのかな。キノコまで破壊できたぞ。これが目標の祭壇かな。で、敵を倒すと知識ポイントを獲得。知識ランクが上がって戦闘中にその生物の体力値を確認できるようになる。なるほど。そういうことか。これ入ってみる？あ、入ってみたら、なんか小さい小部屋がありますね。まず倒す必要あんのかな。とても弱そうなやつだけど。なかなか強いとこです。体力ある。あ、でも倒した。さあ、レベルが上がった。レベルは無限に上げられるとも聞きましたけどね。その代わり敵も強くなります。で、倒したらなんか木が復活してるんだけど。どういうことなの？で、今なんかバフみたいなのがいっぱいついてるね。これ内容確認できないの？なんでこんなにバフがついてるんだ？なんかスライムみたいなクリーチャーもいるぞ。スライムじゃないのかこいつ。銀融詩人の歌い手。怪しいやつだ。今んとこダメージ食らうことはほぼありませんね。じゃあこれ行ってみようか。レルムクエストを完了する必要がある。何それ？レルムクエストって何？現在まで入手したアイテムは素材。これで確認できるのか？他にもっと拾ってる感じするんだけどね。リソースを拾ってんのかな？大量に入手してるからね。あとカードというものあるらしいね。結構入手難度が高いっぽいです。よりクリーチャーを拡張できる何か。彫刻。敵か？あ、なんか目標達成したっぽいよ。何があったのかわかんないけど。希少なアイテム。よし。パークポイント。自分の職業、それのパークポイントを入手した。パーク。キャラクターかな？すげえ目にいっぱいあるよね。これくらいやり込める様子があるという話か。現在10ポイントありますね。この能力次第でクリーチャー、その戦闘方法が変わるのかな。これ欲しいな。味方のクリーチャーが回避した後、敵を攻撃する。50ポイント必要だ。速度が速いほどダメージが上がるとかありますね。速度を高めるのが命だな。いけるかな？いけそうだね。一回戻ってもいいのか？これで新しい仲間を召喚するんだ。ポイント7000あるからね。自分のパーティーに合った仲間を呼びましょう。これ速度系だね。攻撃の代わりに速度を使ってダメージを与える。銀融詩人。どう見てもなんかグレー風だけど宇宙人。見た目も変えられんの？スキン。アンロックすることで変えられるっぽいね。専門分野も変更できるようになるんだ。そのうち。マクロ。ここにマクロありますね。マクロ編集。行を追加。もし味方1、無条件で攻撃させたい場合、適当に上から選んでみよう。攻撃。もし味方1のヒットポイントが 0% 以上の場合、攻撃する。ランダムな敵、その生物。その生物で何を指すんだ？あ、味方全員ってあるね。これだ。攻撃。その生物。これでマクロ1が出来上がったのかな。マクロの名前変更。オールアタック。マクロ使ってみよう。どの条件も一致しませんでした。マクロの設定が必要なのかな、もしかして。というわけで今回は普通に倒そう。とりあえずクエストは達成した。運気が上がる。全滅すると 0% になる。まあ、倒れてもこれは減るだけみたいな話か。マクロ割り当て。オールアタック。割り当てられるマクロは一つのみなのかな。ストラテジー攻撃。ストラテジーって何？マクロだ。あれ？ちょっと待って。味方。なんか、キャラクター1をなんか攻撃しちゃったんだけど。気のせいかな。もう一回マクロ使ってみようか。あ、なんかやっぱり一人で攻撃してる。何起きてんのこれ。マクロ間違ってんの？やられた一人が。なんてことだ。完全にマクロミスだよ。よし、ちょっとレベルアップ。復活しないのかな。ライフ回復してますね。一回ごとに回復するのか。マクロ何を間違ってんだ？もし2位の敵がヒットポイント0以上の場合、攻撃する。テストってなんだ？その生物？こういうことか？行削除、ライン削除。もし2位の敵のヒットポイントが 0% 以上の場合、
その生物を攻撃する。この人マクロ。ほら、よし。とはいえ、結局、自分でマクロ選ぶ必要があるから。まあ、マクロ選択した時点で攻撃してくれるから楽ではあるのか。これもうちょい上手いマクロあんじゃないの実は。全員に有効になるようにね。ターボモード。あ、さらに高速化できるんだ。バトル中に A または B を押し続ける。そうすることでクリーチャーに設定したデフォルトのコマンドを素早く選択できる。これか、ストラテジーね。ターボモードを有効にするには、オプション。よし、オプションね。ゲームプレイ。ターボモード、これだ。ターボオン。B 長押し。お、あれ長押して押しとかなきゃいけないの自分で。ボタンを。まあいいか。うん、それでも早いからね。連打するよりはいいね。でも押しっぱなしは疲れるな、指が。あと移動速度も2倍にしましょう。その他さらになんかバトルアニメーションとかね、オフにすればもっと速くなるかもしれませんけど。Steam のコントローラー設定。これで何とかする方法ありますね。私はプレイステーション4のコントローラー使ってますが、トラックパッドをね、今シングルボタンになってますけれど、タッチでね、例えば A を有効にする。右トラックパッド。これを設定から長押しでターボ。こうだな。さあ現状ね、トラックパッドに指を押してるだけですが、こう排気をどんどん破壊してくれますね。とても楽ちん。あ、でも今みたいに前で、アイテムを一瞬で取っちゃうから、これは注意が必要だな。皆さんも Steam の機能は大いに活用しましょう。さあ戦闘もタッチパッドに指を乗せていれば、どんどん戦ってくれる。素晴らしい。これぞハック&スラッシュだね。椅子、そういえば拠点が飾れると聞きましたね。まあ飾るのはまだいいかな。まずは強くすることからだね。重要なの。クリーチャーの性格も変えられるっぽいね。それにより性能が変化する。より特化したものが作れるのかな。デコレーションモード。フュージョンステーションを設置。ついにクリーチャー合成ですかね。これだ。装飾モード。B で、装飾を追加。NPC も置ける。これだ。フュージョンラボ。とりあえずここでいいか。両親の基本ステータス。それは平均して受け継ぐのかな。さらに親のクラスを継承する。見た目も融合されますと。色も変えられる。レベルも上げられる。この米印は、現在のパーティーにいるって意味かな。銀融詩人の歌い手。これと、外見が、色味が不気味すぎる。あとどれを合成するか。まだどれを合成したらいいかもね。現状わかりませんからね。判断がつかない。適当でいいか。ブラッドクルセイダー。合計はどうなの？で、さらに外見。これにするか。うわー。合体。融合に成功したよ。とりあえず融合した方が強くなるのかな？能力が2つつきますからね。そうだな。もっと融合を活用した方が良さそうだね。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方はぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。